はようございます。なごみけです。今回は僕が DIY で構築したデスク環境をご紹介していきたいと思います。リモートワークも行い、結構なガジェット好きの自分ではありますが、同時にインテリアも好き。ただただ機能性にこだわればいいとはいきませんでした。そこで自分が目指したのが書斎。文筆家などの机や部屋を参考にしながら、部屋の中に書斎的な一角を作ることで、作業空間としてもインテリアとしても心地の良い場所にしています。作業効率や集中力を最大限アップさせつつ、使っていても部屋で眺めていても楽しくなるような、そんなデスクです。最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずはこのデスクの前景をご紹介します。カラーは木材をダークブラウンとブラック、ガジェットをシルバーとホワイト、合計この4色に統一させることによって温かみと洗練された印象のバランスを心がけています。デスク本体、実はこう見えてもスタンディングデスクなんです。足の部分にはフレキシスポットの E8 を使用していますが、ほぼ全て隠れていますね。これによってデスク本体によるオフィス感を払拭しています。ですが、手元のコントロールパネルを操作するとこんな感じで、立ちながら作業するのにも快適な状態になります。まるで机に足が生えてきたようなビジュアルですが、この見た目でも立ち作業に対応できるという隠し要素のような部分が個人的には気に入っています。高さについてはメモリー機能もあるので、僕は座り作業、立ち作業、そしてその中間あたりで部屋の中で他の作業をしている時にもささっと作業しやすい高さ、この3段階を登録しています。さて、気になった方もいるかもしれませんが、僕のデスクはアイランド型という配置をとっています。アイランドキッチンなどでよく耳にする単語ですね。壁から机を離して壁が背に回るようにデスクを配置するスタイル、社長席スタイルなんて言ったりもしますが、基本的に人間は壁を背にした方が気を散らさずに集中できるそう。僕もそれを実感しているので、このデスクもアイランド型の配置にしています。また、オンライン会議が多い自分にとっては、部屋が片付いていてもいなくてもバーチャル背景に頼ることなく背景をすっきりさせられたり、窓からの自然光で顔が陰ったりすることなく会議に参加できるといったメリットもあります。とはいえ、アイランド型にはデメリットもあります。それが部屋にある程度の広さが必要なこと、そしてデスクの背面に配線を仕込むと見栄えが悪いこと、この2つです。1点目に関しては、僕のスタンディングデスクの脚部にキャスターをつけているので解決しています。掃除の時や部屋を広く使いたい時には壁付けにしておくことで、作業空間が部屋を占領するということはありません。そして問題は2点目。今回の僕のデスク構築はこの克服にかなり頭を使いました。世の中に溢れている多くのケーブルレスデスク、これは天板裏やモニターの裏にケーブルを這わせることで配線を実質的に見せないようにするというものですが、アイランド型ではこの隠し方は通用しません。そこで設置したのがこの前掛けのような部分。 IKEA のベストという棚の扉のパーツを L 字の金具をねじ止めしてデスクの側面にコの字型に設置しました。いろいろなパーツを見ている中でサイズ感がちょうど良かったこと、そしてリブウッドの印象が自分の好みだったことからこのパーツを使っています。もちろん完全にデスクの側面を密封してしまうとデスクの上のデバイスにケーブルが通らないので、前の部分は若干のスペースを確保しつつ固定。これによってケーブルを通せるようにしています。さて、天板本体はマットブラックのメラミン天板、幅120センチ、奥行き60センチのものを使っています。板自体はかなり頑丈かつ硬め、側面までしっかりブラックです。気に入っているのはこの表面の材質。少し雑に使っても傷がつかず、またマットな質感は触り心地も良く、物を置いても見栄えします。メインのモニターはファーウェイのメイトビュー。
28インチの 4K モニターですが、4対3という特殊な画面比によってより縦長に多くの情報を表示できます。ベゼルも細く、画面への没入感も高いのが魅力です。デスクをアイランド型で設置するということもあり、背面まで美しいモニターを探していました。このメイトビューはシルバーのアルミかつミニマルなフォルムで仕上げられた本体。使っていない時にもテンションが上がります。使用している入力デバイスはこの3つ。キーボードはキーの数とオールホワイトな見た目に惹かれて購入したキークロンの K3 というメカニカルキーボード。Mac と Windows を両方使うことができ、厚すぎず打ち心地も良いキーボードです。マウスはロジクールの MX-Ergo というトラックボール。他のマウスも色々と試しましたが、親指だけでカーソルを移動させられる操作感、カスタマイズできるボタンの数などが優秀で、3、4年にわたりこの MX-Ergo を使い続けています。そして左手側には Mac の時に使用する Apple 純正のマジックトラックパッド。MX-Ergo に割り当てきれなかった操作を行ったり、動画編集時には MX-Ergo と両手で使い分けたり、また生活している中でパパッといじりたい時にはこのトラックパッドの方が便利だったりするので、ポインティングデバイスを両サイドに置いています。スピーカーは Bluetooth スピーカーを使用。BOSE のサウンドリンクリゾルブプラス2を充電スタンドとともに置いています。PC だけでなくスマホからも音楽を流せたり、360度スピーカーなので部屋のどこにいても音楽を聴けたり、なんなら持ち運べたりするので意外とワイヤレスも使いやすいです。デスクライトはガジェットとしてではなくインテリアとして選びました。セルジュ・ムーユのビューロートロピエ。1950年代から60年代に開発された照明で、華奢な脚部に特徴的なヘッド部分、真鍮のアクセントと魅力の詰まったデスクライトです。本体のスイッチは使わず、声やスマホで操作できるように Alexa、スイッチボットと連携させています。その他、デスクの右側にはお気に入りのアイテムたち。野口関西さんの縄文焼き締めシリーズの一輪挿し。土器や石器をモチーフとしながらモダンな雰囲気が漂う陶器です。マークレススタイルのアクリル万年カレンダーは内側の台紙をスライドさせて表示を変えられるカレンダー。月が変わるたびにこの台紙を動かして使っています。その下にはこのカレンダーが溶け出したように置いているトレイ。2016有田という有田焼のブランドのトレイです。黒いデスクの緊張感を程よく緩和してくれています。以上が机の上に乗っているいわば見える部分。ここからは机の下に仕込んでいるものについてご紹介していきます。僕の使っている PC は2つ。M3MacBook Air と社用の Windows PC です。ノートパソコンをデスクに接続することによって家でも外でも同じ PC で作業することができます。これらは両方とも天板裏に収納することで天板の上をすっきり収めています。MacBook は基本的にクラムシェルモードで使用。一方 Windows は仕事内容的にデュアルモニターで使用することがほとんどです。それもあり、先ほど紹介したモニターには Web カメラを設置していません。デュアルモニターなので基本的に PC 本体のカメラを使用しています。モニターの美しさを損なわないためにもこのスタイルに落ち着きました。この2つのノートパソコンはこちらのダブルデッカーを使用してかなり最小限のスペースに収まっています。ただこのデッカーは金属製で PC を出し入れするときに傷がつく恐れがあったのでビニールテープを巻きつけて保護しています。このノートパソコンとモニターを接続するために使っているのがアンカーのサンダーボルト3ドック。L 字のサンダーボルトケーブルで PC とドックを接続、そしてドックとモニターを接続して画面を表示しています。もちろん PC への給電も同時に行われるのでノートパソコンに接続するケーブルはこれ1本で十分です。モニター以外にも僕は動画編集をよく行うので 10TB のハードディスクもこのドックに接続しています。これによって Mac を接続すると自動でこのハードディスクにも接続できるようになっています。このアンカーのサンダーボルト3ドック、プレダックスのガジェットマウントによってネジ止めしてデスク下手元に設置しています。
各種ポートが揃っているので、動画素材を読み込むための SD カードも、有線イヤホンを使って動画編集したい時も、マイクを使用したい時も、ここに接続すれば全て MacBook に自動で接続できるのでとても便利です。その他のデバイスの充電もこのデスクで行っています。脇にはアンカーの USB ポート付き電源タップ、これにコイル型の充電ケーブルを3本接続しています。コイル型はゴムのように伸び縮みするので床にケーブルを垂らすことがありません。USB-C ケーブル2本とライトニングケーブルを1本搭載。そしてライトニングケーブルの先端にはマイクロ USB 端子に変換するアダプタも設置しているので、僕の持つデバイスはこれらで全て充電可能です。このようにデバイスへの給電がかなり多いデスクですが、これらへの給電はエレコムの10穴電源タップが担っています。3話サプライのケーブルメッシュトレイを天板裏にネジ止めしていて、そこに電源タップを設置。各種デバイスを接続しつつ、余ったケーブルもこのトレイに入れてだらんと垂れないようにしています。この配線はデスクを作る段階で考慮しておかないと後々面倒なことになるので、設計の段階で細部まで考えていました。その他、文房具や小物などを入れておく棚、こちらは脇にブラケットと接着テープで固定しています。日常的に出し入れの多いものは手元からすぐに取り出せるようにしたいので、ここに設置しました。先ほど紹介した充電スポットの真下なので、充電中のデバイスの置き場所にもなっています。そしてさらにその横には無印良品の木製収納スタンドを設置。iPad や MacBook のスリーブなどを入れています。また最近は集中したい時にノイズキャンセリングヘッドホンを使うこともあるので、デスクの反対脇に定位置を作りました。外出時などにもここから取り出します。ちなみに椅子はエルゴフィニットのワークチェアを使用。ご提供いただいたものですが、腰のサポートや適度にリラックスしながら使える点が気に入っています。というわけでいかがだったでしょうか。かなり細かい部分まで話してしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。2年前にもデスクを作りましたが、そこからさらにパワーアップさせるためにアイランド型にしたり、Mac と Windows 両方に対応できるようにしたり、趣味趣向の変化に合わせたりと、様々な工夫を盛り込んだデスクになります。ぜひどこか一つの要素でも皆さんの参考になれば嬉しいです。というわけで今回はこの辺で。以上、なごみ家でした。では。